皆さんこんにちは、ちゃんやかです。ということで今回はまず移動していきます。はい、ということでですね、移動してきました。今回はですね、ちょっとうるさい音が出る可能性があったので、いつもお世話になってるガレージで撮っていこうと思うんですけど、ダンパーの観察を皆さんと一緒にやっていきたいなということで、やっていこうと思います。で、ダンパーって言っても動きの激しいオフロード系ですね。例えば皆さん大好きなグラスホッパーだと、こんな感じで前後ともに細めなスプリングがついてるだけなので、かなりポヨンポヨンな動きしますよね。で、あとはこれ DT02 シャーシですごい面白いエントリーモデルの 2WD シャーシですね。ホリデーバギーとか XB のサンドバイパーだとこのフリクションダンパーが標準で装備されてますね。でも実はこれですね、組み立てキットのサンドバイパーなので、本来は初めから CVA オイルダンパーがついてるんですけど、今はですねちょっとわざとフリクションダンパーに交換してあります。で、その他にもですね、組み立てキットのサンドバイパーって初めからフルベアリングだったり、 XB モデルとはアッパーアームの作りも違うんですよね。なので XB のサンドバイパーってホリデーバギーのシャーシに540モーターがついて、サンドバイパーのボディがついてるっていうですね、実は組み立てキットと XB では仕様が違うモデルなんですよね。今回はですねダンパーのお話なので一旦それは置いておいて、他にもですねオフロード用のダンパーって CVA のアルミダンパーがあったり、こういったイグレスでは標準で装備されてるハイキャパシティダンパーというものがあったり、あとはバギー系のオプションパーツの中でハイエンドのダンパーがこのビッグボア AR ダンパー、エアレーションダンパーですね。こういったものもあったりします。で、ダンパーってざっくり分けるとフリクションダンパー、CVA オイルダンパー、エアレーションダンパー、この3種類だと思うんですけど、今回はですねそれぞれのダンパーでどんな動きの違いが出るのかっていうのをこのサンドバイパーを使って皆さんと一緒に見ていこうと思います。で、どんな風に見ていくかなんですけど、まずはですね皆さんよくやってらっしゃるある程度の高さからポンと落として着地の安定感を見つつ、その後にですねちょっとこんなものを用意していました。ダンパーバインバインさせて動きを見てみたいっていう願いを叶えてくれるかもしれないマシーン。はい、こちらですね。モーターが2つついてまして、それぞれの軸についたこの中心から軸がずれた輪っかをブルンブルン回してサスペンションをバインバイン動かしていこうと、そういう安直なマシンなんですけど、果たしてこれで動きの違いが出るかは正直私も分かりません。ただなんか面白そうだったので作っていました。なのでこれを使ってですね、マシンが激しく揺れてる時の挙動が見れたらなということでやっていこうと思います。ではまずですね、こちらサンドバイパーなんですけど、重量的にはちょっと重ためな 2200mAh の日水バッテリーを搭載してある状態です。で、これをですねポヨンと落として着地の安定感を見ていきましょう。はい、ということでこんな感じでですね、やっぱりエアレーションダンパーって衝撃が強い時ほど減衰力が高くなるような特性なので、着地に関してはやっぱり安定感を感じましたよね。で、逆にフリクションダンパーだとバイーンって一回跳ねちゃってましたね。では今からいよいよですね、このバインバインマシンに乗っけてみてどんな動きになるかやっていきましょう。
なんか意外とエアレーションダンパーでもゆっくりな動きの時は安定感を感じたんですけど、なんかこう速い動きの時はちょっと動きが速すぎたのかもしれないですけど、バインバインしてましたね。で、よくよく考えると、このエアレーションダンパーって一応この DT02 にも対応してるんですけど、他の DB01 とかそういった4系のマシンにも対応してるんですよね。で、これ標準でついてきたスプリングなんですけど、よーく考えたら肉に対してこのスプリングって硬いですよね、多分。なのでちょっと買ってきます。はい、ということで買ってきました。これ DT02 スプリングセット。これのソフトでももう一回やってみましょう。で、これまたですね、ソフト、ハードっていう表記なので気になりますよね、バネレート。しかしながらですね、お家に忘れてきちゃったんですよね。身長測るやつみたいなやつのちっちゃいやつみたいなやつ。なのでバネレートは帰ってから改めて測ろうと思うんですけど、一旦ソフトでやってみましょう。はい。なんか動き的にはなんとなくしっとり感は出てたような気はするんですけど、やっぱり走行時の安定感っていうのは正直実際走らせてみないとわからないですね。ただちょっとこう軽いチェックには使えるのかなみたいな微妙な感じになっちゃったんですけど、映像から感じ取っていただいてどう思うかはあなた次第です。させん。ただですね、私個人的にはすごい楽しかったなっていうのと、意外とこのサンドバイパーに赤いスプリングが似合うっていうのが分かったので、いや、これかっこよくないですか？今回はこんな感じでですね、ちょっと違う使い方も考えついたので、またおいおいやっていこうと思います。ということでですね、もうあと少しだけお付き合いいただきたいんですけど、お家に帰ってこれのバネレートだけ測るので、ちょっと今からお家に帰るので、ちょっと帰ります。はい、お家に帰ってまいりました。で、早速測ってグラフにまとめたのでご覧ください。ドン。
まあ今回こんな感じだったんですけど、本当はですね、バインバインマシンがもうちょっといい結果を持ってきてくれるだろうって思ってたんですけど、ちょっと甘かったですね。なのでですね、何かしらの参考にしていただければいいかなって感じの、ちょっともやっとした結果にはなっちゃったんですけど、改めてですね、ダンパーについて考えるきっかけになったので、よしとしましょう。なのでですね、またちょっといろいろ考えて何かやっていこうと思います。終わりということで、今回もここまでご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ちゃやかでした。